どうも、ベトナム在住の浮津です。今回ね、このスーパーカブのガソリンタンクをね、クエン酸で錆び落とししたいと思います。こいつね、中がなかなか錆びてるんですよ。ちょっとね、ライトで照らして中の方見ていきたいと思います。映りますかね。なかなかね、抹茶っちゃなんですよ。まあこれをね、どれだけ落とせるかやってみたいと思います。反対側の穴から見るとね、こっちはこんな感じです。温水器のね、お湯を取ってきました。今回のタンクはね、もう外側まで錆びがすごいんで、全部をね、つけてしまおうと思ってるんですよ。なんで、クエン酸はね、多めに、120g が2つかな。これを全部溶かせばね、いけるんじゃないかなと思います。こんなつけ方したらね、ちょっと一部浸からないところ空気が溜まるとは思うんですが、途中でねひっくり返せばどうにかなるんじゃないのかな。これでね、とりあえず明日まで放置してどうなってるか見て、考えていきたいと思います。揺らせば空気が出るか。まあいいや。はい。翌日です。これね、向きを変えたりして、全部がね、浸かるようにしてみました。中は、なかなかいい感じで取れてる気がするんですけどね。まあまあ、まずは中和していきましょう。普通の洗濯洗剤ですね。洗濯機で使う。これね、アルカリ性なんで、こいつでね、中和していきたいと思います。もうちょい入れっかな。しばらくね、この状態で置いておきたいと思います。それで、こっち側のね、クエン酸はね、まだ、他の錆び落としに使えそうなんで、ポリ容器に入れてね、保管しておきたいと思います。ではね、高圧洗浄機で洗っていきたいと思います。最後はね、ドライヤーで乾かします。案外ね、長いこと乾かしてました。熱い。潤滑スプレーを塗っておきたいんだけど、熱いところはやばいかな。ちょっと気持ちだけ冷まします。じゃあ塗っちゃいましょう。いやー、今回ね、ちょっと失敗っぽいですね。これね、まあ外の塗装が剥げてしまったのは、クエン酸にね、ドブ漬け、外側もドブ漬けしてしまったのもあるんですけど、実はこのタンクね、再塗装品なんですよ。それはね、想定外だったんですが、中ですよね。この一旦ね、錆びはそれなりに取れたんですよ。で、取れて中和した時もね、いい感じだったんですけども、
実は洗浄かけて乾燥させてる間にね、どんどん茶色くなってたんですよ。なんでね、これってね、サンポール、要は、塩素系、塩酸の洗剤かな。あれ使うとね、中和の時から錆びてる時があって、で、クエン酸の方がね、安定してるなと思ったんですが、ちょっと今回はダメっぽいですね。ただね、ちょっと試したいことがあるんですよ。前からね、クエン酸は中和とか、しないで、そのまんま、錆び取った後、乾燥させて、まあ最後何かキャブクリーナーとかね、パーツクリーナーで洗った方がうまくいくんじゃないかなと思ってたことがあって、ちょっとそれをね、試してみたいと思います。さっきね、これ潤滑スプレーで拭いちゃったんで、この液体何かっていうとね、今までパーツクリーナーを溜めておいた掃除した後の汚れたやつの上澄みなんですけどね、ちょっとこれで潤滑スプレーを取り除きます。もう一回ね、クエン酸入れます。これはね、今回使ったやつをね、取っておいたやつなんですが、本当はね、新しいの入れるのがいいんでしょうね。まあ、入れていきます。上ギリギリまでね、入れたんで、これでちょっと置いておきます。これね、1日置いてみました。まあまあ取れてるんじゃないのかな、サビは。今回はね、中和しないでアルコールで洗ってみます。動画にしませんでしたけどね、さらに2回ほど洗ってみました。これでいいんじゃないかな。後から錆びるかもしれないけど、中身はこんな感じですね。一回錆びたからそれが残っちゃったのかな。まあまあでもいい感じだと思います。まだちょっとアルコール残ってるな。中の水分ね、ちょっとエアガンで飛ばしてきました。本当はこのまんま乾かして実験したいんですけどね、さすがにそれはちょっと錆びそうなんで、また潤滑スプレー、塗っておきます。これでね、2日ほど置いてみて、まあまあ錆びてなかったら多分成功なんでしょう。じゃあ2日後にね、もう一回ビデオ回します。これね、錆び取りして、2日間中和しないで放置してみました。まあまあね、いい感じになってるんですよ。再び錆びることなくね、そのまんまの状態でいけてます。ちょっと茶色い感じはするんですけどね。まあそれは前回中和洗浄後にね、錆びたやつがうまく取れなかったんじゃないですかね。まあまあこれなら OK だと思います。こっち側にね、ちょっとだけ残ってしまっていますが、まあまあでもこれだけ綺麗になればね、いいんじゃないですかね。反対側もね、
ここもね、なかなか取れてるんですよ。はい、こんな感じです。とりあえずね、これでサビ取り終了、成功です。それではまた。